GitHub の考え方について軽く動画を撮りたいなと思います。はい、通常の流れだけやりたいと思います。GitHub 結構使ってると思うんですけど、なんとなくでどういうこっちゃねんだと思ってる方結構いると思うので、それの理解を深めるために動画を撮りますという感じです。で、まずリモートとローカル、これをしっかり把握するようにしてください。リモートっていうのは、要はネット上っていう意味で捉えて大丈夫だと思います。で、今回の場合は GitHub のことを指します。で、ローカルっていうのはもう自分のパソコンのことを指していいと思います。で、基本的な流れとしては、ここが最新状態。リモートのマスターっていうのが最新状態になるはずです。で、皆さんが作業する流れとしては、最新の状態から始めるべきです。なので、皆さんはまず、このように、リモートのマスターからローカルのマスターにプルをする。プルをするということです。で、その後に自分のパソコンのマスターが最新の状態になったらブランチを切るんです。ブランチを切るというのは枝分かれというか、そういう感じでいいと思います。で、最新のマスターからブランチを切ると、ここのブランチも最新です。なので、ここで作業をすれば最新の状態からの作業となって、効率がいいという感じです。で、ここが一つ機能が出来上がったってなったらどうするかというと、はい。ここにプッシュします。はい。ローカルからリモートに対して作業しているものを送信するときは、プッシュっていう言い方をします。手前に引き寄せるのがプルで、ウェブ上にやるのがプッシュになります。で、そしたら、ここがここと一緒になるわけですね。で、ここに上げた後に、ここにガッチャンコガッチャンコっていう言葉皆さん使いますか？はい。マージするって言います。これが一連の流れとなります。流れ的にはこんな感じになります。いろいろ tips 的な話できるんですけど、ちょっとごっちゃごちゃになると思うので、この話をもう一回したいと思います。マスターがあります。リモートのマスターが最新の状態です。それを自分の作業環境にプルします。で、自分のパソコンのマスターが最新の状態になったらブランチを切ります。で、ここで作業をすると。作業をします。で、作業をし終わったら GitHub 上のところにプッシュすると。で、GitHub 上のブランチからマスターに対してマージをする、ガッチャンコするという感じの流れになります。はい。で、マージをする前に、プルリクエス
Git で管理者に確認をしてもらう。はい。ここが大事というか、言葉としてごっちゃになりやすいんですけど、プルリクエストですね。リクエスト。はい。プルリクエストっていうのは、確認してくださいってお願いするものだと思ってください。で、その確認が通ったら、マージするという感じになります。なので、ぶっちゃけ、ここのリモートの状態を壊さなければ、ローカルでは何しても一応大丈夫です。はい。そんな感じになってます。で、これは後で必要になった時検索していただければいいと思うんですけど、ウェブ上に上がっている、要は GitHub にあるものからローカルに対しては強制でプルすることができるので、最悪ぶっ壊れても大丈夫です。本当にこっちを壊さなければ、ここも別に壊れても自分の作業が削れるだけなんで、ここを本当壊さないっていうことが大事になってくるんじゃないかなと思います。で、今回マスターっていう言い方をしたんですけれども、マスターっていうのは本番環境に上がっている状態であることが多いです。なので、もしかしたらここの最初のスタートに関してはデベロップが最初かもしれないです。デベロップっていうのは開発環境っていう意味で使われることが多くて、でマスターは本番環境なので、もう稼働しているサービスの時はマスターをプルして作業するのではなく、開発環境の最新状態からプルしてくるくる回していくという感じになるかもしれないです。はい。だいたい GitHub の流れとしては以上となります。ここからは実際にコマンドを打っていくのだ。最新状態にするときは、ローカルのブランチをマスターに移動します。そのコマンドがチェックアウトになります。すでにブランチがあるときは移動するだけ、ブランチがまだないときは作成しながら移動するというのが画面に書かれたコマンドの違いです。最新状態にプルするときは、Git プルオリジンマスターすれば大丈夫なのだ。マスターが最新状態になったので、作業するブランチに移動するのだ。さっきマスターブランチを作った時と同じように、画面のコマンドを打ってみてね。一番最後のフィートアップロードイメージのところがブランチ名なので、おのおの自由にブランチ名を作ってほしいのだ。ブランチ名はプレフィックスをつけて、新しい機能の時はフィートとつけたり、バブの時はフィックスをつけたり、他の人たちを参考にしながら名前をつけてほしいのだ。作業ブランチができたら、ここからはコーディング、頑張って機能を作り上げてほしいのだ。コーディングが終わったら GitHub 上にプッシュするのだ。普通の流れであればこの3つのコマンドで大丈夫です。ステージング、コミット、プッシュという流れなので、それぞれ詳しく知りたい人はその単語で調べてみてね。一番大事なのはコミットメッセージのところで、ここは他の人に合わせてプレフィックスをつけるなど分かりやすい名前をつけるとクッキーやプロテインバーをもらえるかもしれないのだ。もらえないことの方が多いのだ。ここまで完了するとGitHub 上に新しいブランチが作成されて内容を確認することができるようになるのだ。一番最後のプルリクエストからのマージは GitHub のリポジトリページからポチポチと操作するとできるのだ。ということで、プッシュ後の GitHub のリポジトリページがこちら。ここをクリックすると、さっき作ったブランチが増えているはずなのだ。プルリクエストは新しいブランチがプッシュされた時に表示されるこの緑のボタンか左上のプルリクエストの項目から実行できるのだ。今回は緑のボタンから実行するのだ。緑のボタンを押すと新しいプルリクエストを作成するページに飛びます。左がマージされるブランチで今回はマスターブランチ、右がマージするブランチで作ったブランチ名になります。プルリクエストのタイトルと文章を入力して右下の緑色のボタンでプルリクエストを完了。
このタイトルと文章は管理者の方に読んでもらうものなので、わかりやすくプロジェクトのルールがあればそれに従って書きましょう。右下の緑色のボタンでプルリクエストの作成が完了。この時点でプルリクエストは完了しているのだ。左上のプルリクエストのボタンを押すと、プルリクエストの一覧が表示されるんだけど、そこに新しいのが追加されたのがわかるのだ。プルリクエストを作成したら、この作業については一旦待機。管理者がこのプルリクエストを確認して、LGTM などとコメントを返してくれたらマージするのだ。LGTM はソフトウェア開発やコードレビューでよく使われる略語で、LOOKS、Good、ME、私には良さそうに見えますの意味です。コードレビューの際、レビュー担当者が修正内容やコード変更を確認し、大きな問題がないと判断した場合に使えます。確認をもらったら、あとはマージするだけ。緑のボタンでマージの確認ページへ。緑の確認ボタンを押したら完了。これでマスターブランチが最新状態になったので、最初の手順に戻ります。ということで、基本的な流れは以上。参考になったら嬉しいのだ。もし参考になったという方がいたらチャンネル登録と高評価で応援してほしいのだ。あと、有権者の方は忙しいと思うけど選挙に行ってほしいのだ。我々現役世代が全員しっかり選挙に行けば税金を下げられる政党が現れたので行くしかないのだ。このまま選挙離れしたら増税の方向にどんどん進んでいってしまうので、現役世代が投票に行く必要があるのだ。本当によろしくお願いしますなのだ。プログラミングのハウトゥー系の動画、日本だと全然少ないと感じる今日この頃。もっと充実してほしいなと思っている人は、ぜひ登録をお願いしますなのだ。